正座で勃肩を振る、ただの古い座り方ではありません。体の無駄を消すという意味があります。中心が整って余計な力がいらなくなる。辛いのを耐える姿勢じゃない。むしろ体幹は楽な姿勢。その土台の上で呼吸を整え、手を動かし勃肩を振る。正座の意外な効用を解説します。この間会員さんになんだこれって言われたんですけど、足がですね、自分このタコができてるんですね。こっちとかここにもこのかさぶたみたいなタコができていて、これ何なのかっていうと、正座を日常的にもうしょっちゅうやるからなんですね。ちゃぶ台でご飯食べる時も正座したりとか、気がついたら結構正座をする習慣になっていて、それに関係してというか、正座についてちょっと解説していきます。正座は上半身骨盤が前傾したり後傾したりという遊びをある程度抑えられる姿勢なので、腰から上をまっすぐに整える姿勢がやりやすいということなんです。なのでこの姿勢でもって直進の頭を高く保って呼吸をっていう練習をやっても非常に精度が上がりますし、 YouTube で紹介したみたいな勃肩振りなんかも、この整った姿勢の上で体が少し揺らされる、それをコントロールするっていう練習がすごく効果的なんですね。なのでとてもおすすめなんですけど、もう一つですね、このトレーニングという意味合いではなくて、要は正しい姿勢っていうのは体が余計なことをしないでいられる姿勢なんですね。重力に対して無駄がない姿勢ということです。ということはですね、鍛える動向よりも楽をできる姿勢ということになるんです。一番楽をできる姿勢で、人は立った時にはさっき言った、骨盤の前傾後傾とかが生まれる、人によっていろんな姿勢があって、その姿勢が重力に対して無駄がない楽な姿勢かというとそうではなくて、必ず歪みが生まれてどっかしらに負担が、余計な力がかかってるっていうことなんですね。なので姿勢が整うと保たなきゃっていう働きが少なくて済むので楽ができる。例えば手術のトレーニングで、体幹とか深層を丁寧に練っていく稽古で、やっぱりね、次の日とか本当に疲れるんですね。筋肉痛というよりはお腹の中がドローンとしんどい腹痛みたいな、何とも言えない疲労感になるんですけど、そういう疲れがあると知らないうちにやっぱりね、その疲れを緩和する楽な姿勢を人って取るようになるんですよね。猫が気づいたら一番涼しい場所にね、寝やすい場所をスッと確保しているのと同じような感じかもしれないですけど、とにかく楽な姿勢を無意識に探す。それでですね、僕はこの体幹がすごく疲れてるので、今休ませようっていうので、ついついこの正座の姿勢を取っちゃうんですね。要はこの姿勢取ってると楽なんですよ、腰椎周りが。多裂筋だとか大腰筋だとか。これがね、例えば、悪い姿勢、体育座りとかこういうのになると、やっぱすごく今度は背中の筋肉が過剰に使ったりするので、悪い姿勢取ってると辛いんですよね。で、きつーって時に重力の力が変に体にかからない姿勢っていうと、この正座を自然と取ってしまうっていうのがあります。休むという意味でも正座はとても理にかなっていますし、正しい姿勢でドリル、上げ手のトレーニングにしても勃肩にしても何にしても、この姿勢で手を動かすトレーニングをすると効率がいい状態で手を動かす練習になるので、とてもいいということですね。で、ここで得た、その力の流れが立った時にも還元されると、それが理想なんですけど、ただね、立ってしまうともう途端に
姿勢の狂いが出るので、姿勢、軸、そういうものが全部狂ってしまうので、力が全然効率的に出せないっていうことにはなってしまうんですけど、この体の姿勢のいい状態をする上では正座はとても有効なので、日常の中にもね、ぜひ取り入れてみてください。以上です。この度この終鉄チャンネルでメンバーシップを始めることにしました。無料動画では話しきれない身体操作の考え方とか、終鉄メソッドの深掘りした部分を掘り下げて話をしていきます。